結論から言います。2025年の暗号資産市場はバブルの年でも終わった年でもありません。市場の性質がはっきりと変わった年となりました。こんにちは。ビットレード X 認定パートナーの桜井です。スライドの画像はビットレード X で5万ドル投資した場合の1日の収益になります。この場合、不労所得として月収で100万円を超えてきますので、割といいんじゃないかなと思います。いいなって思われる方は定期的にビットレード X の事業説明ウェビナー、こちら行っていますので、ぜひ一度ウェビナーに来られてみてください。詳細は概要欄をご覧ください。では今日の内容に入っていきますけれども、2025年暗号資産市場を振り返ると、ビットコインは史上最高値を更新した。でもその後に大きな暴落もあった。この2つの印象が強く残っている方が多いと思います。ではこう思いませんか？結局2025年っていうのはいい年だったのか、それとも悪い年だったのか。暗号資産はまだ投資対象として成立しているのか。今日の内容がなぜ今重要なのか。それは2026年以降の相場をどう考えるかは2025年をどう理解するかで決まるからです。今日は予想はしません。価格の話も煽りも置いておきます。2025年に実際に起きたこと、一度頭の中をリセットさせていきましょう。はい。ではまずはなぜビットコインは上がったのか、ここから見ていきます。2025年前半から中盤にかけて、なぜビットコインは力強く上昇したのでしょうか。理由はシンプルです。資金の入り口がこれまでになく整ったからです。ETF を通じてこれまで暗号資産に触れられなかった層、触れたくても制度上難しかった層の資金が少しずつ、しかし確実に入ってきました。ここで大事なのは、誰かが強気だったから上がったではないという点です。規制の方向性が見え始めた、機関投資家が参加できる環境が整った、暗号資産が触れていい資産として扱われ始めた。つまり2025年の上昇っていうのは期待よりも構造の変化が先行した上昇だったんです。価格は結果であって原因ではないんです。そして2025年を語る上で避けて通れないのが、年の後半最高値を更新した後に大きく下落したことです。多くの人がこう感じだと思います。ETF もあるのになぜこんなに下がるのか。機関投資家がいるならもっと安定するのではないか。ここで意外な事実をお伝えします。2025年の暴落は暗号資産が成熟した証拠であったんです。なぜかというと、2025年の市場では現物以上にデリバティブ、つまり先物やレバレッジ取引の比重が大きくなっていました。それにマクロ環境の変化、政策や金利への警戒、リスク資産全体の調整、これらが重なり、レバレッジの巻き戻しが一気に起きた。これは暗号資産特有の問題ではないんです。株式や為替でも何度も見てきた現象です。つまり ETF があっても下がる、機関投資家がいても暴落する。暗号資産は特別に守られた市場ではなくて、普通に厳しい金融市場になったっていうことになります。規制、ETF、機関投資が何を変えたのか。2025年の最大の変化は価格ではありません。規制と制度の位置づけが完全に変わったということになります。これまで規制という言葉は締め付け、悪材料として語られがちでした。しかし2025年は違いました。規制は市場を止めるものではなく、市場が存在するための前提条件になったんです。ETF が承認され、金融機関が関与し、暗号資産はマクロ環境と強く連動するようになりました。これは安心材料でもあり、同時に厳しさでもあります。ボラティリティは消えていません。簡単に儲かる市場でもありません。ただ一つ言えるのは、暗号資産はもはや一部の人の投機ではなくて、世界の金融の一部として扱われ始めたという事実なんです。
はい。では次はアルトについて見ていきますけれども、多くのアルトコインにとって2025年っていうのは厳しい1年となりました。理由は明確です。資金は流動性が高いもの、説明責任が果たせるもの、期間が扱えるもの、ここに集中しました。夢や物語よりも構造と流動性が重視された年だったんです。ではここで一つ整理します。2025年は投機が終わった年ではありません。ただ無条件に儲かる時代、これが終わった年です。暗号資産は特別な市場から普通に厳しい金融市場になった。これが2025年の本質だと僕は考えています。ではそういったことを踏まえてここで少しだけ視点の話をさせてください。これからの時代、暗号資産を持つか持たないかではなくって、どう運用するか、これが問われるようになります。最近では AI を使った運用っていうのを取り入れる人も増えています。僕はビットレード X の AI を使っていますけれども、ビットレード X という証券所はイギリスの法人でアメリカで MSB の登録もあり、サーティックでも上位評価を受けている取引所なんですけれども、ここでは AI を使ったステーキングっていうのを提供しています。僕は自分のポートフォリオの一部をビットレード X での運用に当てています。AI を使った投資をすることによって安定した金利収入っていうのを得ることができています。これからの時代、僕はこれを経験して思うのは、投資においても AI を使った投資っていうのが当たり前になる時代に入ってくるということだと思います。2026年はこれがですね、一気に加速していくんじゃないかなと思います。ビットレード X に関しては僕自身がビットレード X 側から認定 YouTuber として受けていますので、事業説明ウェビナーを定期的に行わさせていただいております。詳細に関しては概要欄をご確認ください。2025年は暗号資産が試される側から評価される側へ移った年となりました。厳しい1年だったと感じた方も多いと思います。ただそれは市場が壊れたからではありません。市場が大人になったんです。次の動画、つまり明日2026年元旦の動画では2026年に起きそうなことと起きにくいこと、ここをね、整理していきたいなと思います。焦らず、振り回されず、一緒にね、皆さんと資産を増やしていけたらと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。